はい、ということで、改めて重量昇進おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこうカズマ君初曲げの密着というか撮影もしたから、感慨深いものがそうですね。あるというか成長感じます。成長感じます。この動画で初めて見る人も多分多いと思うので、じゃあ自己紹介お願いします。青森県出身大下龍です。よろしくお願いします。大下龍じゃなくて大下龍です。はい、大下龍関になる。そうですね。番付発表以降は多分、関取になると最後に関をつける関がつきますね。もんなんだ。そうなんだ。そうだね。だから先週水曜日だっけ会見終えて、正式にというか重量昇進。重量になったけど巡業はそのまま大阪で行かなくてもよかったんだ。重量巡業出ないんで、重量全量出なくていいもんなんだ。上3枚目ぐらいからですね。そういうことか。はいはいはい。なんで率直な感想をちょっと聞きたいですね。いやそうですね。やっぱり関取目指して入門する前から目標だったんで、上がれて嬉しいのと、やっぱここから落ちないように、また上目指して頑張りたいですね。そうね。なんか結構いろんな場所で勝ち越して重量上がるんじゃないっていう期待というか、なんかプレッシャーもあった中で、その辺どういう思いで？でもやっぱり周りのプレッシャーが逆に自分のなんですか力にも変わって、大阪の15日間すごい長く感じたんですけど、でもそうですね、周りの支えもあって、入門して何年？ちょうど2年ですね。もう2年なんだ。意外と重量に上がるといろいろと変わることがそうですね。あるよね。付き人もついて、あと給料も出るんで、なるほど。それが一番。そっか。給料はもう3月4月からも出るんですか？いや5月6月ですね。じゃあ5月場所から正式に。そうですね。そういうことね。じゃあもう引っ越し？いやまだ部屋で一人部屋。一人部屋？部屋で一人部屋が用意されるんで。大部屋暮らしは。もしかしてあれ？じゃあヒロ君が前に乗ってた。そうです。一回ルームツアーしたとこ？今物置だよね。今結構物が多いですね。そうだよね。そこになるのか。物と一緒になります。それ5月かな？いやもう今日からですね。昨日一応掃除したんで。今日からか。今日から寝るのかそこで。今日から寝ます。すごい。じゃあ大部屋はもう一旦。一旦バイバイ。せいやと隣で寝るのも。そうですね。せいやの寝言聞くのも昨日で最後ですね。ちょっと寂しいね。寂しいです。寂しがり屋なんで大部屋いるかもしれないですね。付き人はどういうふうに決まるの？うちの部屋だったらゆうとさんと親方で相談してって感じですね。ゆうとさんと親方が決める感じ？そうですね。じゃあ風間君が決めるとかではないんだ。多少の意見はあるんですけど、別に自分はそんなあれないんで。何人つくの？2人ですね。2人？でも大体決まってるんですか？一応今だと春来と筑波山さんが、で5月の番付発表の時にまた正式に変わるかもしれないですけど、今のところはその2人が、やってくれてます。付き人俺らはよく知ってるけど、何する？重量に上がったタイミングだと、化粧回しをとか締め込み場所で使う回しを折ったりとか、あと私生活だったら身の回りの世話っていうんですかね、なんか、お風呂入れてくれたりとか。そっか。背中とか洗ってくれるの？そうですね。マジで？人によりますね。そっか、なんか洗ってほしい人と別にいらない。でも結構洗ってもらうんじゃないですかね。そうなんだ。自分はまだあれですけど、あと稽古場でのドリンク持ったりとかタオル持ったりとか。そっか。稽古中の。今日取り組み稽古中にタラちゃんがタオル持って。そうですね。今日は直樹さん持ってくれました。
だから重量に上がると稽古もこう一回一回ああいう出したりとか、出したりとかそうですね。あとはこの座布団に座れるようになりますね。重量上がったら。あ、そうなんだ。それまで座布団禁止なんで。そうか、確かに言われてみれば。ご飯食べるとかご飯食べる時とかも座布団がそうなんだ。結構いろいろ変わるもね。う全然違いますね。それこそ回しの色もそうですね。今日白だったもんね。はめっちゃオーラありました。かかっこよかっまだまだです。あれもなんかそのメッセージとかから引き継いだものとかじゃなくていやもう新しく新しくはい、買ってきて買ってきて昨日そうですね、折ってもらったんで、うん、インスタで見たわ。はい、確かなんか真っ白だったもんね。白綺麗だまだ、な。はい、つけ心地は別に変わんないよね。色だけだよね。そうです。そうだよね。いやまあつけ心地もちょっと違いますねあ、。そうなんだ。硬いですね。ああ、そうだよ。はしかも場所中の回しも色がつく。い、色がついて、あれはもう素材から違いますね。ちょっとね、シルキーっぽい。そうですね。で折り方も違うんですよ。へえ。次の場所からまたそうです。何色になるんだろうね。色決めれるの？色決めましたね。もうお、決まりました。お楽しみで。お楽しみで。お楽しみで。コーナーが変わる人もいるじゃん。まあそうですね、名字から変わったりとか、重量上がったタイミングで変わる人多いですね。オーカリはオーカリのもうはい、ままで。はい、そうです。場所の長さ、場所の取り組みの回数。あ7日間。あ、そうですね、15 7日間に、そうだよね。はい、なりますね。ここもだいぶ変わる。そうですね。それによってそうか、ちょっと戦略じゃないけど変わってくるの、体力の温存わかんないけど、まあ人によってはそうなんじゃないですかね。逆にだから15番は得意だけど7番は苦手とか、7番は苦手だけど、でもまあ7番だと、うんやっぱ1番の重みがすごいじゃないですか。はいはいはい、まあ15日間あるんで、こう気楽ではないけど、まあ気楽っちゃ気楽ですよね。そっかそっか。1回もし負けてもまあ切り替えて。そうですね。1回負けても2回負けてもうん。 13勝2敗になる可能性もあるじゃないですか。そうか7戦中の1敗だとね、また結構でかいですね。結構違う。はい、曲げ大いちょに大いちょになりますよね。なんかちらほらコメント欄でなんか髪の長さ足りるのかみたいなはい、あったけど、どうなんだろう。大井町はね、もっと髪もうちょっと必要ですね、長さが。はい、どうまだまあどうなんですかね。ギリギリわかんない。来場所間に合うかどうかって感じですね。それケイちゃんがやってくるの？もう予定では。すげえ。すごい、それもまた取りたいね。両国でやるんだよね。いや、こっちでやってから国技館行く場合もあるし、まあ、でも多分やるとしたらこっちですね。明生関もこっちでやるんで、そっか。あれって毎日？毎日場所中は場所中毎日その取り組みの月じゃあ明成績毎日ここ寄ってっていうか、やってから場所行ってんの？そうです。まあ朝稽古してって感じなんで。場所中朝稽古してんの？してます。まあその普段通りじゃないですけど、体を動かしたりとか、まあ関取は相撲取るとかはないですけど、なるほどはい、体を動かして調整して。一人でやってたりとかするってこと？時間帯には自分の。いやいや、まあタイミング的にはみんなと一緒です。そうなんだ、知らなかった。場所っていうか取り組みが始まる時間帯も変わってくるじゃん。そうですね。それによってその飯食べるタイミングとかはい。変わってくるわけだよね。まあ序二段とか早いじゃないですか。9時10時とかだったら、稽古場降りないでそのままご飯も食べず場所行って、場所終わってからご飯って感じですね。幕下とかだったらここで稽古終わってご飯食べてで国技館行くって感じです。じゃあご飯後の飯後の取り組みになるんだ。だからそんな食べないですよ、がっつりは。はい、なるほどね。人によりますけど。逆に言うと普段昼寝中の時間帯になるんだよね。そうですね。なんで国技館行く前にちょっと昼寝したりとか。今一番楽しみなのなんかある？楽しみですか。やっぱ給料っすね。そうだ。分かりやすく変わるもんね、それね。そうっすね。しっかりね、重量上がって親方とか横綱とかなんか言われたりした？そうですね。横綱にはおめでとうって言われてもらって、親方にはまあここからだぞって。はい。そうだね。稽古中とか
なんか自分がちょっと強くなってるというか変わった感覚ってある？いやーそれはあんまないですね。あんまない。日によってそうかですけど、まあ、気持ち的にはちょっともう、もっとしないとなっていう気持ちにはなりますね。そうだね。白回しつけたらやっぱりそうだよね。また教える立場になったりもするしね。インタビューは坂本です。あ、来た。ここでちょっとインタビューはお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。よし。岡利さん、はい。今回は新十両おめでとうございます。ありがとうございます。私たちも応援してました。ありがとうございます。いや、硬いのダメだから。そうなんだ。関田のこと頑張ってよ。もう応援しかできないからさ、頑張ってよ。大阪の谷町だで。もう応援することしかできないから。なんか飲み物飲んでよ。街歩いたらいるからね。大相撲さん頑張って、大相撲さん。強いんだよあれ今後。大体。ちょっと強い。もうちょい優しくして。よいしょ。いや嬉しいですね。嬉しいね。ちなみにですけど、初給料何に使います？いい質問だよ。俺たちに使ってもいいし、俺たちに使ってもいいし。まあ初めての給料なんでね、やっぱ育ててくれた親にやっぱなんかプレゼントしたいですね。いやそりゃそう。本当にそりゃそうです。待ってました。ちょっとがっかりするんじゃないよ。なんか俺なんかもらえるのかな。やっぱ親っすよね。いややっぱね親にね。いや本当になんかいい、これ最高の息子ですよね本当に。そうね。まあ最初は一旦俺で。最初はね。そっからだよ。そっからですよ。そっからも期待しますからね。次。親とかにはもう連絡してすぐ。まああっちからやっぱ場所はっていうか場所中も毎日連絡来るんで。なんて言われた？いやもうよかったなってすごい喜んでくれましたね。新十両ということで、まず新十両決まった一番、どういう心境で臨みましたか？結構真面目なやつも撮ったのよ。もう真面目に今の質問やったから。もうやってない。やってないけど今の質問いいよ。いい質問だ。いい質問。ちなみにやっぱり3月場所はこの周りの状況とかもあって全然勝ち越しただけじゃこう気が抜けないっていうか、上がるの確定してない状況だったんで、一番でも多く勝たないとなっていうのはあったんで、絶対に一番勝つ。それだったら勝ち越してちょっと安心する。確かにあれ何勝目でほぼ確実だなってなる。6勝目ですね。6勝。5勝目だとまだちょっと全然ちょっと怖かった。周りはこう上がったんじゃないって感じでは言ってくれたんですけど、全然確定って感じではなかったんで、周りの状況次第では全然化粧回しの話とかしたっすか？化粧回しやっぱどんな柄にすると気にならないですか？確かに。やっぱ結構その気になるっすね。どういう柄にするの？いい質問しますね。化粧回し今一応4本決まってるんですよ。講演会の方が、でその作ってくれる方の会社のデザインだったりとか、その人たちがこうデザインしてくれるのもあるんですけど、自分であと学校からもあるんで、学校の交渉とか。近代とだって三能両方ですもんね。近代はまだなんないけど。そうなんですよ。三能じゃとりあえず。三能からとりあえず。すごい。であとはこう自分でデザイン考えていいよって言ってもらったところもあって、そこのデザインは確実には決まってないですけど、土佐犬にしようかな。土佐犬？でもいいと思うんですね。いいね。土佐犬めっちゃ良くないですか？いいね。絶対かっこよくなるね。昔飼ってたんですよ。あ、そうなんだ。土佐犬名前なんていうんですか？土佐犬。竜王。かっこよ。かっこいい。本当に。竜王って言ったら竜ちゃん。竜ちゃんって。竜ちゃん。で綱締めてたんで。かっけえ。かっこいいね。土佐犬かっこいいっすね。土佐犬いいね。なんかしこ名に入れようとしたんでしたっけ？竜王ってしこ名にしようとしてたらしい。そうなんだ。オオカリちゃんって。
竜王っている？いた今はいない今いない前までいたんですよ。竜王だからね。当時いたから当時入門した時いたんで。なるほど、今だって聞いたらもう大花竜って感じの雰囲気ですもん。竜王じゃないでしょ。竜王って言えないですよね。確かに大花竜関。大狩関イメージ。そりゃそうでしょ。竜王じゃねえんだもん。そりゃそうか。最近これハマってんですよ。そりゃそうか。いいじゃないの次それ。そりゃそうか。でもこれ親にご両親にプレゼントするじゃないですか、まあ、あとは自分のプレゼントもやっぱり買うじゃないですか。確かに自分のご褒美、まあ確かにそれ自分のご褒美は何買うんですか？いや、まあ、自分のご褒美はなんか物欲しいとか、あんまないんですよ。おお、そうなんだ。なんでやっぱ車かロレックス。めちゃくちゃ欲じゃないですか。めっちゃ欲しいです。欲でした。欲がすごい。めっちゃ関取り。いやでもいいもんつけてほしいですけどね。まあそうだよねやっぱ関取になったら。いやまだ早いよ。いやなんかみんなのやっぱ憧れるものであってほしいですもんね。フランク三浦とかフランク三浦か進む中村とかね、時計 P とか。一応重量の先輩ですもんね。いや確かにその全然ちょっとしかいなかったです。しょっぱい重量ですよ。何場所先輩として家族何場所いた3場所ですよ。でも怪我でし怪我だもんね。大怪我で。 3場所で相当稼いだんじゃないの？お兄さん何使ったの？お兄さん。いやお兄さ僕も最初親に全部あげたんです。給料ょあげたのあげたんです。ん。マジですね。で現生でね。現生であげたんです。すげえかっこいいな。でもそれは俺できない。できるでしょ。できない。そんな持ってないよね。持ってないですよ。素人。ちょっとやってください。ちなみに何買ったの？その先輩としてそのやっぱり自分で聞いてきたい。うん自分の先輩、自分で重量先輩として。あれ買ったですよ。バッグ。おお。すげえ。5ヤールのバッグ。なんかもっとああ買ってたね。買ってたんですよ。あとじゃあ本当にこれ使えないですよ、どうせだって。なんで使うよ。いきなりでもそうっすよね。お金がいきなりいっぱいもらえるってなっちゃったら、急だもんね。俺ダメかもしれないですね。こいつはダメだね。ちなみにいくらもらえるのその重量最初って100？まあ80多分100メートル100 100ですね。で多分100引かれて80とかですね。月80ってすごいっすよね。いきなりだもん、すごいよ。ダメだ、俺持っちゃダメだね。ダメだね。俺ダメだ。俺がしかもなんで一番絶対寝具買うでしょ。俺マジで超いい。そうなんだ。俺ベッショドにだけーは寝るものにこだわりすごいよ。あ、そうなのでめっちゃこう金使ってるんですけど、なんかあんまフィットしなくて結局変えちゃって誰かにあげちゃうんですけど、マットレスは今はでもそんなあれですよ。エアウィーヴの。あいるね。はあと枕とか。い。枕も自分の作るああ、なんか自分で作る自分枕ね。枕本みたいな。そう枕棒であーはいはいサイズ作ってですね。でもいいやつ買ってもうん結局寝具って寝てみないと分かんないじゃないですか。うんそうそうなんだ。その試し実際買いに行ってこう寝っ転がっただけじゃ分かんないじゃないでですもか。一晩寝ないと。実際に買いに行ってる時って歩き疲れてるんでどれ寝ても気持ちいいんですよ。あーって楽だ。めっちゃわかる。お店でね。どれ寝ても気持ちいいからね。わかるマジックだよね。マジックだよ。疲れてんだもん、歩き疲れてそういうもんですからね。はい。質問コーナーするんで質問待ってるよー。まあここでもいいんじゃない？まあここでまあみんなまあまあここにもそうねなんか筑波山さんとか雪山さんとか、何々さんに質問とか NG なしで。わかりました。お NG なしって言っても大体こっちで選定されてるいやから。そうそう。こうしてこうピッツね。立浪部屋 YouTube をご覧の皆さん、大狩りです。これからも相撲も YouTube も頑張ります。これからも引き続き応援のほどよろしくお願いします。今日も YouTube 撮影めっちゃ食ったなー。お兄さ何ですか？ん今肩当たったよね。お兄さんから当たってきたでしょ。私は悪くないです。お兄さんもう早い話つけようよ。これだよこれ。これとは何ですか？お兄さんわかるでしょ。あんたね、いいから早く出せって言ってんだよ。ほっほっ